公選法違反疑惑の石丸伸さんについてアウトじゃないですかね。ライブ配信を会社に頼んで100万円払うというのは公職選挙法違反だよねというのは、兵庫県のメルチュという会社のことで日本中だいぶ知られたと思うんですけど、70万円を払って、でそれがポスターの印刷代金ではなく SNS の運用費用だったりとかライブ配信の費用だったのではないかという疑惑を持たれていて、で今そこには兵庫県警が強制捜査まで行ったんだよね。関係先に強制捜査とかしてるんですけど、公職選挙法ってどういうお金を使っていいというのが法律によって決まっていて、ライブ配信のためのカメラマンの費用というのは使ってはいけないということになってるんですよ。100万円という見積もりで契約もしちゃって、で当日になってそれに気づいた。これ僕記事自体は読んでないのでネットで言われてることをそのまま今説明しますけど、これ間違ってる可能性あります。その契約をしている映像会社の人が来て、スタッフも来て、これは公職選挙法違反だと現場で分かったので、なのでキャンセルをします。100万円はキャンセル料としてお支払いをします。でその会社の機材を使ってスタッフもあくまでボランティアとして撮影をして動画をアップロードすると。でもこれはボランティアがやった行為で、撮影に対してお金を払ったわけではなく、キャンセル料として100万円払いましたという立て付けにして、あくまで撮影に対してお金を払ってないということに石丸さんはしたということらしいんですよ。でそれがいかがなものかっていうので文春に載って、石丸さんの全部を見たわけじゃないんですけど、でそれに対してのコメントを見ている限り、自分がやらかしちゃったなという自覚はあるので、あれはもう普通にアウトだと思います。ただ別にそれが重罪になるようなことでもなくて、多分公民権停止とかにもならないので、そういう間違いはしないように次回頑張ってくださいねという話なんだと思うんですよね。いやー、でもなんか僕が思ったのは、動画の配信会社にキャンセルしゃー、金払えんだから払わんわって言って押し切るのかと思ったら、キャンセル料100万円払うっていうので、それだったらポスターの会社の残金払った方がいいんじゃないですかっていう。あれ、最高裁まで争ってポスター代払ってないっすよね。キャンセル代で100万払うんだったらポスター代も払った方が良かったんじゃないですかっていうふうに僕は思うんですけど、石丸さんのなんかね、払う払わないの基準がね、いまいちわかんないんですよ。秋田方市の印刷会社で妹さんかなんかが働いてる会社にポスターの発注をして、で相場で請求書が来たんですけど、公職選法で認められている範囲の額しか出しませんって言って少ない額を払って、で差額を払えという裁判になっていて、最高裁まで行って石丸さんが負けたっていうところで確か終わってるはずなんですけど、でもなんかそんなキャンセル料で100万円払えるぐらいだったらそれ払えばいいんじゃねえかなっていう。いやもちろんね、信念があってやってることだとは思うのですよ。ただその信念っていうのがキャンセル料という形でねじ曲げるぐらいだったら、そこもねじ曲げていいんじゃねえかなっていうふうに思うんですよね。いやポスター会社は期間もない中でコネとして妹さんが働いているというコネを使ってやったので、むしろだからお世話になってるという感じなんじゃないかなというふうに僕は思うんですけど、そこが面白いんですけどね。だから石原さん変わってんなっていう。普通に払ってないし、最高裁まで戦ってます、印刷会社と。はい。そここだわんなくてよくねっていう部分にね、異常にこだわるのがね、僕としてはね、面白いなと思っちゃうんですよね。そういうのが嫌だ、理解できないとか、自分のこの行動パターンと異なる人を見たときに、理解できないというので、生理的嫌悪感を感じるという人と、面白い、どういう基準なんだろうっていう風に感じる人がいて、僕は結構ね、石丸さんに関してはね、面白って思っちゃうんですよね。融通聞かないとかね、どういう基準なんだろうね。いやでもね、キャンセル料100万払ってるからケチではないんだと思うんですよ。基準も不思議だなと思って、ポスターはちゃんと作ったんです。お金を払ってない、正確に言うと全額払ってないって話です。外から見れば面白い。そうなんですよね。この人はこういう行動を取るよねという判断がなかなか分かりづらい人って、仲間になったとしても裏切られたという気分になりがちなんですよ。普通はこうするよねと思ってやってったら、いやいやそんなわけねえだろ、俺は違うよって言われると、じゃあちょっと毎回この人に話聞かないと進められないよ。例えばじゃあその応援する人を増やしてくださいって言われて、応援する人を増やそうと思って一生懸命増やしたら、いやいやそういうやつは増やしたくないんだよみたいな後から言われて、この人はダメなのみたいな。そうするともうなんかじゃあ誰誘っていいのか分かんないからやめとこうみたいになって、あんまり仲間が増えないというパターンになっちゃったりするんですよ。でここが結構難しいとこで、なのである程度任せっきりにした方が現場が頑張ってくれるという可能性もあるんです
ですけど、任せっきりにすることによる不具合というのもあるんですよ。ツイッターでもドワンゴ川上さんがもともと書いていたんですけど、安倍首相を応援しているネットの人たちというのがいて、安倍首相がいなくなってしまった後に自民党の人たちを応援するネットの人たちというのがあまりいなくて、ちょうどその頃岸田首相になって統一教会というのに対して自民党は割ともう廃止させる方向で置くみたいなことになって、ただその当時でも統一教会にポスターが貼ってあった高市早苗さんとかは応援されているという状態だったんですよね。なので自民党として岸田さんを応援するのではなく、統一教会の事務所にポスターが貼ってあった高市早苗さんだけを応援する。なのでネットでは高市早苗さんの応援というのがちょこちょこあるよねという状態だけど、そこまで多くないよねという状態で、その後岸田さんになったりとか石破さんになったりっていうのが自民党あるんですけど、でも岸田さんとか石破さんっていうのはネット上でやたら応援されるのねっていうのがあまりないんですよ。でその後にもともとそんなに知名度がない人がやたらネットで応援される現象というのが起き始めていて、石丸さんもその一人。もともと無名だった、秋田方市の市長として議会とやり合ってるっていうので、ある程度ネットでは再生数が回っていて、こういう人いるんだという状態だったんですけど、あれよあれよといううちに東京都知事選でやたら人気になったと。で僕その石丸さんが東京都知事選出馬しますっていうのを書いた8分後ぐらいにリツイートで応援してますかなんかでリツイートしてるんですけど、石丸さん自体は僕応援してるんですよ。応援してるんですけど、多分寄ってくる人とかに応援を広がるんだったらいくらでもお願いしますとか、寄ってきた人にいろいろ手伝いお願いしますって言っちゃった結果、統一教会の関連組織がやってる YouTube チャンネルの公式キャスターをやっているおじさんが石丸さんの応援するための車の上には荷台があって、石丸伸二都知事選っていうのがあって、でその上に立って演説をするんですけど、演説をする車の上に乗ってたんですよね。統一教会系のチャンネルの公式キャスターをやっている人が。なのでこれは統一教会との関連があるよねというふうに見えているんです。てか見えてるんですが、関連してる人がやってるし、それは周りの人が応援するよねって話で、統一教会系の人が支援する方向になったんだなと思って、でそれを石丸さんのね公式応援アカウントかなんかに統一教会の公式キャスターの人が応援演説やってるんですけどいかがなもんなんですかっていうのを書いたら、それはデマですっていうのが来て、いやデマじゃなくて普通に写真あるけどこれどういうことなのっていうのを送ったら、公式の応援アカウントはシカトするっていう風になって、石丸さん自体が統一教会に対して応援してくれと言ったわけではなくて、多分寄ってくる人にいろいろ頼んでたら結果として統一教会系が絡んできて応援することになってしまったっていうのだとは思うんですけど、でもやっぱりネットの中でそういう人たちが応援コメントを書いたりしてっていうのが結構あって、結果として石丸さんもネットで結構人気が出たよねと。ただネットの中では人気が出るんですけど、一般社会には別に統一教会の人たち多いわけではないので、ネットを見てない普通のマスメディアとかだと誰なん石丸さんっていう状態だったんですよね。でそれがまだずっと一般社会では続いてるんですけど、ただネットの中だと石丸さんが出てくるとリハックとかでも同説上がるとか再生数上がるとかっていうこの状況で、次に起きたのが兵庫県の斉藤知事で、兵庫県の斉藤知事も N 国党の立花さんが応援してるっていうので、N 国党の浜田議員が今度の東京都の都議会選で統一教会の候補を出すっていうのをもうすでに明言していて、N 国党の立花さんと浜田議員とあと岸田首相が話をするという機会の時も、浜田さんが統一教会とのつながりもあるので何かあったらいつでも話してくださいみたいなので、統一教会とのつながりがあるというのを浜田さん自分から言ってるんですよね。N 国党の議員である浜田さんが今度都議会議員出しますって言ってて、統一教会とのつながりというのは N 国そもそもあるよねという状態で兵庫県の応援に立花さん入りましたと。で斉藤さんの応援にやっぱなんだかわからない、あれこの人兵庫県に住んでないけどなんか同じこと言ってるよねっていう人たちが結構集まってて、ネット上で大人気という状態になったんですよね。このパターンねっていうのがあって、で次に起きたパターンっていうのが千代田区の区長選挙、佐藤沙織さんがもともと N 国党が女子48党とかっていうやつの時に出馬しようとして結局落ちてるんですけど、確かね兵庫県に行って立花さんと一緒に写真かなんか撮ってるんですよね。で佐藤沙織さんもネットに出るとね、佐藤沙織さん応援コメントがねやたらつくんですよ。安倍プラに千代田区議長選の候補者が現職以外の人4人が出るっていう機会もあって、千代田区議員だった浜森さんっていう人と佐藤さんっていう人と黒なんとかさんっていう人と新藤さんっていう人の4人が出て、コメント欄とかでもアベマの時のコメント欄はそこまで佐藤さんの応援はなかったんですけど、でも YouTube のコメントになると割となんかね佐藤さん一択みたいな佐藤さん推しのコメントがやたら来るっていう感じだったんですよね。統
一教会と絡みのある人っていうのがやたら応援を受けてネット上で応援されていて人気があるいう風に見えてしまう。要はコメント欄ってアカウントなんて何個でも作れるし、暇な人と、ね、熱心な人がいればコメントなんていっぱい作れるんですよ。なので100人がコメントしてるように見えるものというのは、知識のある人が2時間ぐらい頑張ればできるんですよ。 IP 変えてとかアドレス作ってとかいろいろやるので、5人ぐらいでそこら辺の IP そんなにないし、アカウントもそんなに1人作らなくていいので結構会員できるんですけど、でもなんか100人が応援してるコメントついてると、あ、この人って応援されてるんだっていう風に思い込んでしまう人って結構多いんですよ。このパターンっていうのが、また起きてんなっていうのが割と僕が思ってることで、ここで僕が強調しておきたいのは、石丸さんと兵庫県の斉藤知事は統一教会の人に応援してくださいって多分言ってないです。これは勝手に応援されちゃった現象なんですよ。千葉県の選挙にも出るって言ってるので、千葉県の現職の知事さんも多分統一教会系の人に応援されちゃいます。でも熊谷さんも千葉県知事の現職の人もね、どちらかというと嫌だというのを言おうとしてるんですけど、ただ千葉県の千葉県民が応援するのを嫌だとは言えないじゃないですか。で、誰がとか何がって言ってしまうと、それはそれで迷惑系政治家 YouTuber の人の知名度が上がってしまうので、なのでそこを特定する形でも言わないし、迷惑だということも言わないっていうコメントを表現するっていう形になってしまってるんですけど、これが多分ね、ずっと続くんじゃないかなと思ってるんですけど、なんでずっと続くかというと、選挙に出てると逮捕されないの法則っていうのがあるんですよね。選挙に出てる間も逮捕されないし、この選挙に出ますって言ってる人を疑いの段階で逮捕してしまって選挙に出れなかった場合に、選挙という民主主義でかなり重要である儀式を警察官が妨害したということになるんですよ。例えばじゃあ千葉県知事に出馬しますって言っている人がいて、ほぼ受からないんですけど、でもそれで逮捕して選挙活動ができなかったせいで落ちたとなると、それを許容してしまうとなると、逆に出た時に受かるかもしれない人を逮捕して選挙させないっていうこともできちゃうんですよ。警察にその権力を渡すべきではないよねっていうふうに考える人もいるので、例えばじゃあ今回の千代田区選挙っていうので現職の樋口さんが通ったんですけど、樋口さんって小池さんの公職選挙法違反に関わってると言われているんですよ。エジプトのカイロ大学を小池さんが卒業したと言い張ってるんですけど、小池さんの書いた本によると4年通ってないんですよね。自分で書いて自分の本に後ろから刺されるのはどんな気持ちなんだと思うんですけど、4年通ってなくて卒業したかどうかも本では不明確になってるんですよ。樋口さんもともと小池さんの秘書的な仕事をしていて、日本のエジプト大使館に何とかなりませんかという相談をしたのが小池さんの秘書だった樋口さんだと言われているんですよ。その結果大使館経由でカイロ大学が声明を出すってことになったんですけど、要するにその本来カイロ大学卒業という嘘を選挙の際に言ったのであれば、これは公職選挙法違反なんですよ。卒業したのだ、嘘ではないというために何とかして証拠を作らなければならないというので紛争したのであれば、それは公職選挙法違反の共犯だよねという考え方もあるんですよ。なのでその共犯の可能性もあるので、じゃあ樋口さんを逮捕しましょうというのも法的には可能なんですよ。たまたま逮捕してしまったのが選挙期間中というだけで、別に千代田区選挙を妨害するつもりありませんでしたっていくら警察が言ったとしても、いやいやそれはダメでしょっていうことになるので、選挙に出ようとする人を逮捕するというのはやっぱり警察がやるべきではないよねという考え方があるんですよ。なので選挙に出続けるというのを執行猶予の立花さんはやり続けてるんじゃないかっていう仮説。はい、立花さん執行猶予中なんで、禁錮1年以上の刑で逮捕されるとそのまま収監なんじゃなかったっけっていうのがあったりするので、逮捕されるともういきなり刑務所コースなんですよね。あの人有罪で受けてる犯罪者なので、執行猶予というのは本来刑務所に入るべき罪は犯したんだけど、何年かの間に他の罪を犯さなかったら刑務所に入らなくてよしとするという執行猶予という制度が日本にはあるんですけど、その執行猶予期間中なので有罪判決を受けるような、確か禁錮1年以上の罪だと思うんですけど、その罪を行うとそのまま収監されてしまう。なのでひたすら逮捕されないように選挙に出続けるっていう、選挙で逃げれるっていうそういう状態になってるんですよね。まあね、どうなることやらっていうね。TBS とかがあれだけ言ってて動き始めてるから、で兵庫県もね、捜査にメルチュという斉藤県知事の手伝いをした広告代理店の人の関連会社にも捜査が入っているということなので、何らかしらのオチを多分兵庫県周りではつけるという形にはなるんじゃないかなとは思いますけど、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。